こんにちは、モトラベラーです。あっという間だった世界一周の旅。最後はアメリカで締めくくります。今日ご紹介するのはお金をかけずに楽しめるシカゴとロサンゼルスの観光スポット対決です。ただの観光じゃない、節約と満足のリアル旅、始まります。シカゴに来ています。10時近くになってしまったんですけど、もう時間が限られているのでミレニアムパークまで行ってみたいと思います。シカゴ滞在はたったの17時間。ホテルに荷物を置いてまず向かったのは夜のミレニアムパーク。ホテルからは徒歩15分です。夜10時前、ちょっと怖かったけど限られた時間を逃したくなくて勇気を出してきました。ここですね。あのミラーだ。これはインスタ映えしますね。シカゴの摩天楼や空、訪れる人々が歪んで映り込むのが面白い。ぐるっと見渡すとシカゴの夜景も輝いてます。豆のような形をしているのでザビーンという愛称が定着したそうです。材質はステンレススチール。約160枚をつなぎ合わせて継ぎ目が見えないほど磨き上げられています。月夜で映えますね。鏡面に映る夜景と月が本当に美しくてしばらく見とれていました。面白い、ミラーみたい。写真を頼まれたり自分も撮ってもらったり、中は空洞になっていて通り抜けもできるんです。誰かが叩いて音を響かせていたり、楽しげな雰囲気です。翌朝9時、朝一で向かったのはシカゴのランドマーク、ウィリスタワー。モモのお目当ては103階にあります。早速行ってみましょう。事前にオンラインでチケットを買っていたので待ち時間0で入場できました。展望台に向かう途中にはシカゴにゆかりのある人物の展示や地下鉄風の通路などもあって、ただのエレベーター待ちとは思えないほど見応えがたっぷりでした。そしていよいよ展望台へ。エレベーターで一気に100階以上まで。アメリカ最速クラスと言われるスピードで耳がキーンとするくらいの感覚。スカイデッキ、シカゴに到着です。高さは地上412メートル。この絶景。快晴のこの日、シカゴの街並みも遠くの五大湖もはっきり見えました。時間に限りがあっても、この場所は本当に来てよかったと思える場所でした。そしていよいよザ・レッジへ。ここはウィリスタワー103階から外側に突き出した全面ガラス張りのバルコニーなんです。真下がスケスケ。
まるで空中に立っているような体験ができるんです。スリル系大好きのももですが、やっぱりドキドキ。一歩前に踏み出す瞬間、思わず息を飲みました。真下にはシカゴの高層ビル群と道路のズドンと広がっていて、これは圧巻です。勇気を振り絞って、怖い。横の方は平然としてますね。すごいな。こんな感じなんですよ。足がすくんじゃう。ちなみに以前ドバイでスカイダイビングをした時は高度4000メートル。それに比べたら余裕のはずだったんですが、スリル満点です。足すくみました。恐怖心とワクワクが混ざった不思議な感覚。記念写真を撮ったり寝転んだり、みんな楽しそうでした。ウィリスタワーは唯一お金を払った場所ですが、十分楽しめたし、訪れる価値のある場所でした。スリルの後、1階に戻ってきました。高所の緊張感から解放されたら、なんだか急にお腹が空いてきて、目に飛び込んできたのはトゥーライトドーナツ&チキンっていうちょっとパンチのあるネーミング。迷わず入店しました。名物ドーナツです。いただきます。アメリカのドーナツってなんでこんなに美味しいんでしょうね。外はふわっとしてて、甘さも意外とちょうどよくて、スリル感の後のドーナツは最高のご褒美になりました。ふわふわ。シカゴの街でどうしても行きたかった場所がありました。それがダイヤモンドクロッシング。鉄道が10時に交差し、四方面から電車が来て四方面に散っていく。鉄道好きにはたまらない超マニアックなジャンクションです。実はこのジャンクションを見つけるのが本当に大変で、何箇所も駐車場の屋上に行ってみたけど見つからず、さまよっていました。観光名所なら旅雑誌に載ってるんですが、こんなマニアックな場所普通来ないですよね。今撮影しているこの場所も見当違いの場所でした。疲れてもうやめようかと思ったその時でした。あれ、ここじゃない？まさかの発見。ここだ。たどり着いた。この景色に思わず声が出そうになりました。ただし、撮影場所はめちゃくちゃ怖い場所。駐車場の屋上で柵もなく、背後に人がいたらもうアウト。汗だくでビビりながら、それでもビデオを回しました。電車が来るたびに次かなって待ってたのですが、L 字に曲がる電車と直進する電車が交差する場面がなかなか来ません。また直進だけだ。これも L 字に曲がる電車とまっすぐ進む電車、この2本が交差する瞬間を見たいのに来ませんね。またまっすぐ行っちゃった。残念ながらその瞬間には出会えず、名残惜しいけどアムトラックの時間が迫ってるので移動開始します。あ、L 字カーブだけ最後に見れた。シカゴを出発してアムトラックで西へ向かいます。
3000キロを超える大陸横断列車の旅。たどり着いたのはカリフォルニアの大都市ロサンゼルス。ここでも限られた時間で無料で楽しめる場所を巡ってみました。バスに乗って向かった先はグリフィス天文台。バス代は50セントでカードで払えるかと思ったらまさかの現金オンリー。焦っていたらなんと運転手さんがいいよって言ってくれて無料で乗せてくれました。神対応です。天文台に到着。わあ、すごい景色。ロサンゼルスの街並みやハリウッドサイン、さらに太平洋まで一望できる絶景スポット。しかもこの景色を見るのに入場料は一切かかりません。完全無料。ハリウッドサインもよく見える。正面にはロサンゼルスのダウンタウンの高層ビル群。右手の遠くにはサンタモニカや太平洋の水平線までうっすらと見えていました。こちらがグリフィス天文台です。中には入りませんでしたが、地面には太陽系をスケールで表した模型が描かれていて、円の中心が太陽、外に向かって惑星の軌道が再現されています。夜は満天の星が見れますね。続いてやってきたのはディズニーコンサートホール。巨大な金属の曲線が折り重なるようなまるで近未来の建物。ディズニーの横はオペラハウスがあって、外からぐるっと歩くだけでも十分見応えがあって、ずっと並んでるみたいですね。照り返しや反射光の動きが面白くてついつい長居してしまいました。そしてホテルへの帰り道に立ち寄った公園。植栽が丁寧に手入れされていてとっても気持ちのいい場所でした。公園内のテラスにはサチ・アマイ・テラスという名前が、ロサンゼルス郡の CEO を務めた日系アメリカ人の女性の名前が掲げられていました。日本人として誇らしい気持ちになりました。ももはリトル東京に来ました。どこか懐かしい雰囲気が漂うこの場所では、日本語の看板や和風の建築が並び、まるで日本に一時帰国したかのような安心感があります。ふらっと入ったカフェで注文した抹茶ラテ。これがもう染み渡る美味しさ。気づけば日本の味に増えていたのかもしれません。その後立ち寄った日本食スーパーでは、北海道産の夢ピカリや日本のお菓子などもずらりと並んでいます。ちなみにこのお米5キロで約20ドルほど。最近日本でもお米が高騰していますが、アメリカでこの価格ならむしろお手頃に感じてしまいます。最後はホテルの近くで食べたご飯。創業100年以上の老舗フィリップ・ザ・オリジナルに来ました。名物のフレンチディップサンドイッチと具沢山のビーフシチューをオーダーしました。野菜やお肉がゴロゴロ入っています。優しい味で旅の疲れがほっと癒されました。続いてビーフディップ。ビーフを挟んだパンをアジュと呼ばれる肉汁ソースにディップして食べるのが基本です。美味しい。
店内にはドジャースの人形や野球のディスプレイもずらりと並んでいます。地元の人々、そしてドジャースファンにも愛されているお店なんです。もしかして選手もこっそり来てるかもしれませんね。アメリカの大都市シカゴとロサンゼルス、歴史を感じる街並みと都会の中に広がる自然、どちらの街もそれぞれの個性があってとても魅力的でした。お金をかけずに楽しめる素敵な場所がたくさんありました。次はどんな景色が待っているのでしょうか。それでは次回もぜひご覧ください。